それでは1番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは、今あなたに訪れていること、起こっていることについて見ていきます。よろしくお願いします。ではもうすでにこちらからオラクルカードたくさん使ってメッセージをいただいています。そしてその他にタロットカードから今あなたへ届けたいメッセージをお伝えしていきます。ではこのタロットカードから何枚かカードを引いていって見ていきます。今回タロットカードを2種類使って見ていきます。それでは見ていきます。まず配置の説明なんですが、ここが今現在のあなたのエネルギーというかコンディションっていうところで出しています。そしてこちら上2枚というか4枚ですね。4枚があなたの今のライフスタイル、お仕事だったり健康面だったりとか生活に対することで出しています。そしてこちら下4つなんですが対人関係で出しています。この2枚があなたの恋愛の相互運です。そしてここの2枚が好きなお相手のいる方、好きなお相手の今あなたに伝えたいこととして捉えてください。お相手とどう向き合っていくのかっていうのがこの4枚で見ることができます。で、プラスルノルマンも出しています。そして今好きな人がいないという方はこちらで見てください。この今のあなたの恋愛の状態とこちらが出会い運です。新しい出会いについて恋愛的な要素込みの出会いですね。があるかどうかっていうところで見ています。なので出会いで見ている方はこの4枚で組み合わせてください。恋愛に対しては組み合わせそれぞれあります。そしてここ最後の2枚なんですが、これは恋愛関係を除いた対人関係としてご覧になってください。なので恋愛で言えばここ。で、ここは恋愛以外の対人関係、ご家族や職場の方、そしてお友達関係などで見てください。で、早速見ていきましょう。まず現在のコンディションっていうところなんですね。そしてその他のカードも見ていて思うんですが、今あなたのコンディションが恋愛モードかなっていうのが出てきています。すごくね、その恋愛していて自分のいろんな経験になっているし、とてもね、大人っぽい恋愛をされているんじゃないかなっていうのを感じます。好きなお相手と一緒にいろんなことを経験していて、学びもたくさんあるし、初めて経験することもあるし、そしてお相手からエスコートをされて新しい場所へ行くとか、そのようなことも感じます。そして長くお付き合いしているよとかね、そういう方もいます。長い片思いをしているとかね、その長年のっていうのが伝わってきます。あなたが長い時間かけて育んできたものっていうのが今ここで伝わってきます。1番をお選びいただいた方は今恋愛中心で物事が動いている。今あなたに訪れることや起きていることは恋愛なんじゃないかっていうのが出てきていますね。そして自分自身を高めている恋愛、そのようにも感じます。今好きなお相手と一緒にいることで自分がどんどんと高まっていくような、そんなお気持ち
気持ちが高まるだけじゃなくて、自分の生活の基盤レベルが上がったりとか、あと恋愛の経験値が上がっていく、そのようなことを感じるようなお相手なんじゃないかというふうに出てきています。そしてまず上の4枚見ていきましょう。今そのライフスタイル全般でっていうところで見ているんですが、お仕事とかね、そういうところでも見ていくんです。で、好きなお相手と同じ職場とかっていう方も多いんじゃないかなと思います。生活のところにかなりそのお相手っていうところが出てきているので、好きな人がいかに自分のライフスタイルに関わっているのか、深く根付いているっていうのが入ってきますね。この方と一緒にいると満たされる気持ちになる、なんかね、そう思うんですが、ただ一方でここですね、ワンドの5番が入っています。何か周りのことを気にしているっていうのが入っていますね。それは人によってはその複雑な恋愛だったりとか、いろんな人間関係の中のしがらみの中、お相手のことを好きだっていうふうに思っている気持ちがあったりとか、隠している恋心っていうのも出てきています。なのでそれは人によって変わってくるかもしれないんですが、そうですね、なんか周りの目を気にして恋心持ってらっしゃるのかなっていうのは入ってきています。仕事でも生活でもこのお相手っていうのが密に関わっているので、よく連絡取り合っているよっていうね、あとは仕事のモチベーションにつながっているとか、そのようにも感じますね。すごく素晴らしいカードが入ってるんですけど、ここだけね、周りのことを気にしてしまっていたりとか、お相手との関係性を秘密にしていたりとか、そんな感じでも入ってきます。だけど2人の絆はしっかりしたものだから、これをしっかりね育んでいきたいんだっていうあなたのお気持ちっていうところも出てきているんですね。周りとの差っていうのを少し感じます。自分たちの熱量と周りの熱量の違いだったりとか、誰かに認めてもらいたいんだけどそれがうまくいかないとかね、そういうことも感じます。ただ足取りはとても軽いです。だから生活すごくしやすいんじゃないかなと思うんですね。総合的に見て、この好きなお相手と一緒にいることで軽くなれる、っていうところがあります。周りに何か言われたとしても、自分たちの気持ち優先的に考えていきたいっていうところが強く出てきています。今あなたに起こっていること、訪れることとしては恋愛、特に好きなお相手との嬉しいことっていうのがあるんじゃないかなというのが出てきます。一緒に出かけるとかデートするとか、そういうことも強く入ってきています。お約束が近々あるんじゃないかなっていうふうにも捉えることができますね。ではこちら見ていきましょう。対人関係、恋愛以外のところでっていうところで見るんですが、どうやら男性の方が関わってきそうです。これは見ている方性別問わず、対人関係では男性がキーポイント、キーパーソンになってくると思います。年上の方、または年下の方、複数いると思います。この方々からいろんな刺激を受けるっていう可能性が出てます。人脈が広がるっていうことももちろんありますね。ここで仕事面とか対人面ではすごく好調だと思います。あなたが誠実に向き合っていくことっていうのがアドバイスとして入っています。中にはあなたがリーダーシップを発揮して場をまとめていくような、そんな立場になる方もいると思います。どちらも共通して言えるのは、誠実に、そして熱意を持って周りと接していくことですね。感謝の気持ちを忘れずに、そして初心も忘れることなく、周りを引っ張っていくことが必要になってくるのかなと思いますね。新しく始まるプロジェクトが仕事であるとか、新しい年度に切り替わると同時にあなたの環境が変わる、そのような可能性もとてもあります。で、周りと馴染めないとか初めはあるかもしれないんですけど、助けてくれる強力な仲間とかいますから、上司がいますから、その方々と一緒になって取り組んでいくっていうような流れになっていくと思います。今生活面や対人面で訪れることっていうのはこのあたりかなと思います。男性がキーパーソン、年上年下どちらもいると思いますね。その方々と一緒になって新しいことを取り組むっていうような流れになっています。では恋愛的な出会いで見ていきましょう。恋愛的な出会いと、あとここね、好きなお相手いるかいないかによっても変わってきます。出会いは何か大きく好きな人が作用してきますね。今好きな人がいないんですっていう方は、出会いのタイミングっていうのが
自分で作るのか、あとは自分で作らなくても訪れるのか、どちらにしろ出会いのきっかけはあるよっていうことなんですが、あなたがそれを掴んでいけるかどうか、そこがあなた次第だよっていうのが出てきています。何かあなたが見落としていたりとか、うまく流れに乗れなかったりとかっていうのがありそうです。出会いの機会っていうのはたくさんあると思うんですね。これから訪れることとして恋愛的要素も含まれてきますね。新しい恋の始まりっていうのも予感はしてるんですが、それをあなたがキャッチしなければ始まっていかないっていうところで、出会いを求めている方っていうのはね、アンテナを張り巡らせていつもキャッチできるように準備しておきましょうっていうのがアドバイスかなと思います。たくさん出会いはあるんですよ。年上の方から年下の方、同い年の方まで様々、今いろんな方からモテるとか出会いの機会が訪れてくると思います。それをどうするのかっていうのはあなた次第かなっていうのが出ていますね。でもいろいろと考えすぎることなく、できるだけ足取り軽くいるといいと思うし、いっぱい考えて動けないっていうよりだったら、いろんな出会いをキャッチして、その中で自分でどの方と仲良くなっていこうかなっていうのをじっくりと見極めていくのがいいんじゃないかっていうのが出てきています。はい、それでは好きなお相手がいる方なんですが、今この恋愛が今大きく好転しそう、新しく始まることが出てくるんじゃないかなっていうのが出てきてるんですが、あなた自身の恋愛運どうかなっていうところで見ると、恋愛運がそのものっていうのがすごくねいいっていうわけではないんですよ。変化を恐れていたり、周りとの衝突を恐れていたり、あなた自身が今恋愛に対して今現在ね厳しいなっていうふうに感じていたり、好きな人がいてその人と一緒になりたい、付き合いたい、添い遂げたい、そのような気持ちが高まっている。自分を優先的に考えてほしいとか、愛してほしいとか、愛したいとか、そういうことがすごく入ってくるんですけど、じゃあそれを現実的にしていけるのか、この変化にうまく乗っていけるのか、今から本当に恋愛の後天的にチャンスが訪れるのかどうか、今の自分は受け取れるのかっていうところで、果たしてっていうところで疑問に感じている方が多いんじゃないかと思うんです。確かに好きな人がいるし、何とかしたいとか、思いを実らせたいとか、そういう気持ちはあるけど、実際厳しいんじゃないかって自分の中で感じていたり、周りの目を気にしていたりっていうところが今のあなたの恋愛運ではあります。コンディションとしてはいいんですよね。いいんですけど、恋愛運を絡めて見ていくのであれば、今その変化にどう対応していくのかっていうのが大きなテーマになると思います。ただ気持ち、愛情っていうところは今あなたは満たされているというか、自分の愛を貫きたいっていう思いはしっかりと持っているので、あとは周りとどううまく付き合っていくのかとか、お相手とどう向き合っていくのかとか、そういうところをですね、自分自身に対しては揺れてはいない。だけど周りの障害がとか、周りの人がとかね、お相手とどうしようかなとか、そういうところでまだね、変化にどう対応していくのかっていうところが不透明なのかなっていうのは出てきています。意志はすごく強いですよ。そしてこれから訪れることっていうのも恋愛的要素で嬉しいことが訪れると思うので、はい、今それに期待してください。ではお相手、あなたにどう接してくれるのかなっていうところで、フールのカードとソードのクイーンが出ています。あなたが今お相手に何か訴えたい、伝えたいと思うことがあるんだったら、このお相手は聞いてくれると思うし、なんだったら声をかけてくれると思います。どうしたのとか、最近悩み事あるのとかね。あとはもうすでに2人は恋愛的な関係にいるよ、仲がいいよっていう方だとしたら、これからの2人について、今後について話し合いしようかとか、あなたが今抱えていることを話聞かせて、一緒にそれを取り組んでいかないとかね、そのようなことを持ちかけてくれるんじゃないかなと思います。荷物を軽くしてくれるとか、負担を減らしてくれるような、そんな働きかけっていうのがこの方からの動きとしてあります。そうですね、なんかその思ったよりもお相手、そうですね、足取りが軽いというか、気持ち的にも
ちゃらけてるわけではないですよ。しっかりと考えてるところはあるから、しっかり見て、これから見極めて決めて判断して、自分がどう受け止めようかなっていう、あなたの動きを見ているっていうのもあるんですけど、でもこの人からの動きっていうのもあると思います。この人からあなたに動いていく、動き、働きかけっていうのがあるんじゃないかな。あとは、あなたがそのお相手とどんな風に付き合っていくのか、何かこう変化を恐れていたりとか、お相手と始めるにあたって自分に課題っていうところが今あるのかなっていう感じがします。交際するにしても自分の中で何か乗り越えていかなきゃいけないことあるんだよねっていう風に感じているとか、あとお相手とうまくいくこの好きな気持ち、これから何か訪れるってことに対してもいいことだったらすっごく嬉しいんだけど、それによって周りの人に何て思われるんだろうとか、あと他の人のことっていうのが入ってくるんですよね。何かこう誰かのことを気にしていたり、お相手と一緒に仲を育んでいく、それはすごく嬉しいんだけど、なんか周りのこと気にしちゃったり、誰か特定の人を気にされていたり、自分は不釣り合いなんじゃないかとかね、誰かと比べていたり、そんな風にも入ってきますね。なので好きなお相手がいる方っていうのは、お相手から声をかけてきてくれるんだけど、そこであなたがなんか閉じこもってしまうような、なんか素直にお相手に甘えていけない、行きたい気持ちはすごくあるんだけど甘えていけない、だけどそれが変わっていくよっていう風に、甘えられなかったものが甘えられるようになるとか、状況が好転するっていうのがここで出てきています。今の恋愛が大きく変わる、恋愛の環境ですね。2人の仲もそうだし、お相手はフリーな状態なので、お相手に他に好きな人がいるとかそういうことではないと思います。あとは2人の仲をどう進展させていくのかっていうところでノルマン1枚出しています。レターのカードですね。まず文字にしてお相手に何か伝えていきましょう。何を恐れているのか、お相手に伝えるだけじゃなくて自分自身に伝えることもそうかも。まずはあなたが何の変化を恐れているのかとか、何を、困難に感じているのかっていうところで、まず自分の中の気持ちを文字に書き起こしてください。そしてその中でじっくりと見つめて、何をお相手に伝えようかっていうところを決めてください。まとめるんですね。自分の中でうまく解決できることと、お相手に話すことと相談することっていうのをそれぞれジャンルを分けて、そしてお相手に伝えるっていうことをしてください。そこで一つポイントです。自分から伝えるっていうことはとても大切。まとめてね、伝えることですよ。衝動的になってわーって伝える前に、自分の中で書き留めてまとめておく。一呼吸を置いてからお相手にメール、LINE、文章として伝えるっていうことは必要だけど、衝動的にわーって口で言ってしまったりとか、あと SNS を見過ぎてしまうっていうのはポイントです。これは伝えるとはまた別の形で、お相手の動向が気になってしまって SNS でついついお相手のアカウントを追っちゃうんですとか、そういうことは今はちょっと抑えておきましょうとか、あとお相手だけじゃなくて周りの人の SNS の動きとかね、他の人、特定の人がいるのかなと思いました。その特定の人の動きが気になるからついついね SNS を追いかけちゃうんですとか、そういうことは今セーブしておきましょうっていうのが出てきています。はい、このように出てきてます。これが好きなお相手とあなたの向き合い方っていうところで出てきました。そして恋愛の出会いを求めてる方ね、今好きなお相手がいなくて出会いで見ていますっていう方は、あなた自身がまず今の恋愛運が変わるのが怖いっていうところがある。だからチャンスが来てもそれをうまくキャッチできるのかどうかっていうところなんですよね。あなたが変わろうって、自分が恋愛的出会い、誰かとつながりたい、そういう気持ちを求めていくのであれば、必ずここは変化が訪れる。出会いをキャッチできる。出会いの人はねたくさんいるんですよ。たくさんいる中で、あなたが自分でそれを求めるのであれば、恋愛的に
大きく変わるよっていうのが出てきます。流れが変わる。でもあなたは変わりたいって思ってるんじゃないかな。抜け出したい、今苦しい状況とか、出会いで見ている方でも新しく出会ってこれから愛情を育んでいきたい、自分の心に愛を落とし込みたいって思ってるんじゃないかな。変わりたくないと思ってるかもしれないけど、でも本当は変わりたいんじゃないかって、自分自身の心をごまかしてるんじゃないかなっていうのが出てきてます。変わりたくないって言ってるけど本当は変わりたいんじゃないって。ただ変わることによって自分が傷ついたりとか、今以上に苦しい思いをするのが嫌だから変わりたくないって思ってるんじゃないか。本当は心の中では真実の愛を求めていたりとか、誰かに癒しをもらいたいとか、愛されたいとか、そのような思いが本当はあるんじゃないっていうふうに出てきています。それをあなたが自分自身で認めて受け入れて、自分はこれから新しい愛情を求めていくんだって思った時に、やっとキャッチできるんだっていう流れになっています。ただこの上の流れを見ていると、あなたのライフスタイルに愛情っていうのが入ってくるので、出会いっていうのも変わると思います。そして出会いじゃなくて好きなお相手と一緒にっていうことで考えている方も、ここは好転していくと思いますので、はい。このようにお受け取りください。1番をお選びいただいた方、今起こっている出来事っていうのは、自分自身の心の中にフォーカスを当てることなんじゃないかなっていうのが出ています。周りの目を気にすることなく、そして変化を恐れないで、あなたの本当の望み、願いっていうのは何を温かくしたいっていうところで、そこに集中して、自分の心を偽ることなく、誰とご縁を育んでいきたいのか、誰に愛されたいのか、そこをね、よく見てくださいって、本当はちゃんと答えが出てると思います。はい、ということで、こちらから好転メッセージをもらっていきましょう。もうすでにいろいろと出していますので、そうですね、あとお伝えし忘れているところがないかな。もし変化するのが怖い、変化した後にどうなるかわからないから怖いっていう方は、どうなるかわからないだけどとりあえず一歩動いてみようよって、そうすることで自分が変わると周りの状況も変わるし、訪れてくるものの速さ、やってくるスピードとか出来事っていうのも変わってきます。だからまず自分の第一歩からっていうところで意識してみてください。それではこちらのメッセージカード見ていきましょう。まずラッキーワードっていうところから見ていきます。ここにいろいろカード出しています。ラッキーワードは A と H です。はい、そのままあ行とかは行で取っていただいてもいいし、 A と H で取っていただいてもいいです。この2枚のカードから今感じるのは、姿勢を正すっていうことです。あと貧血気味の方もいるかもしれません。立ちくらみがするとか、その方々は対策してください。あと立つ姿勢を正すっていうのが入ってくるんです。座ってる姿勢もそうなんですけど、立ってる時に、下を向きがちだったりとか、背中が丸まっていたりとかしていませんかって。あとストレートネックになっていたりとか。なのでそのストレートネックの改善をするストレッチだったりとか、意識して姿勢を正すっていうところを意識してみてください。このあたりかなと思います。あとは声をかけていくっていうことで、対人関係でもそうなんですが、誠実に向き合っていくことだから、ありがとうとか初心を忘れないってことだから、感謝する気持ち、あと挨拶ね、おはようとかお疲れ様とか、今日はどうもありがとうございますとか、そういうことを周りの人々に声掛けすることで、ここは引き寄せの言葉になるんじゃないかな。ありがとう、おはよう、お疲れ様、このような挨拶が今のあなたの引き寄せのワードになってくると思います。ラッキーナンバーは6番です。これは自分自身を認めてくださいって、自分に自信を持ってっていうね、メッセージも込められているんです。周りのことを気にすることなく、自分は自分なんだっていうふうに強く思ってくださいっていうことです。そしてラッキーフードはイカとエビです。これはフードオラクルにはチャクラのメッセージも込められているので、後でメッセージをお伝えしていきます。そしてここは柔軟性、疲れを癒すっていうカード。そして気になったのがこちらのカラーカードでスイカ色なんですね。これも3番と
3番です。だから6の他に3っていう数字もラッキーナンバーとしてお受け取りください。ラッキーカラーはスイカ色です。スイカ色っていうのはインナーチャイルドと一緒に楽しむっていうメッセージが入っています。この色は柔らかさと優しさ、思いやりを持つ色です。愛情、自己需要、自分を受け入れるっていうことですね。と親切心をもたらしてくれます。この色の持つ楽しさのスピリットが自尊心が低く孤独と悲しみに苦しむ人々のインナーチャイルドに働きかけます。またこの色は寛容さと癒し、理解力を促します。このウォーターメロンの色があなたの中に眠っている喜びに満ちた遊び心のある性質を目覚めさせることを許してくれます。今自分自身をいたわる時ですっていう風なメッセージも入ってきています。こちらのオラクルカードからもレシーブのカードで受け入れる、受け止める、優しく包み込んでっていうメッセージが入っているので、今自分自身の癒しとか心の癒しね、体の癒しもそうですけど、リラックスして自分自身を受け入れてねっていうメッセージが入ってきていました。そしてこちらのイカとエビ3番、こちらからメッセージをフードオラクルの、ガイドブックからもらっていきます。抜粋して読み上げていきます。柔軟性、疲れを癒す。メッセージは周囲の状況によって色を変化させるイカは視力が良く盲点がありません。このカードは余分な力を抜き、柔軟性を持つことで見えてくることがあると伝えています。あなたは様々な手段を持っています。エビが何度も脱皮をしながら成長するように焦らず変化に対応しながら進んでいきましょう。今必要な栄養素はタンパク質ですって書かれています。タンパク質が豊富で脂質や炭水化物は少ないため、エビとイカは低カロリーかつヘルシーな食品です。なので今エビとイカを取り入れてタンパク質を取っていきましょうっていうねメッセージが込められています。そしてこちらですね。ルートチャクラです。第一チャクラを表す赤色でここ描かれていますね。第一チャクラの説明をします。ルートチャクラというのは体を通して自己認識の手助けをするチャクラと言われています。肉体そのものを表しているとも言えます。今第一チャクラ、このルートチャクラが弱まっている方というのは他人の意見に影響されやすく自信がない。今このワードでピンとくる方はこのチャクラが弱まっている可能性があるので、これを活性化させていきましょう。自分の芯をしっかりと持つこと。第一チャクラを活性させると芯がしっかりと通っていきますので、あとイカとエビ、タンパク質を取り入れることで第一チャクラが活性化されるとも言われています。あとは自然に触れて地に足をつけて大地を感じることもチャクラを高める方法の一つです。また全体を通して言えるんですが、瞑想やマインドフルネスを取り入れるのも良いでしょう。このようにお受け取りください。何か今自分の変化に柔軟に対応するために自分自身を癒す、そして自分自身、あなた自身をあなたの愛で満たしてあげてねっていうメッセージも入っています。ゆっくり休んで癒して満たすんだよって、そして自分を認めてあげてって、周りに左右されることなく自分軸っていうのを持っていくんだよっていうことを伝えてきてくれています。そしてこちらのオラクルカードからもメッセージをもらっています。今の自分を見つめることです。そう、ゆっくり深く呼吸してからあなたの心の底に流れる温かい心に従いましょう。この2枚のメッセージもお受け取りください。はい、そしてこちらお選びいただいたオラクルカードからもメッセージをもらっていきましょう。ジーン・グレーのカードでバーサタイリティのカードです。人生の新しい熱意を見つけるために今新しい自分を発見しましょう。そのために新しいことを始めていくんですっていうメッセージが入っています。日記をつける、ジャーナリングもいいよっていう風にこのカードが教えてくれています。なので今自分の感情を殴り書きでもいいので紙にわーって書いていくんです。ジャーナリング、自分の感情を文字に起こすことで自分と対話する、自己対話を繰り返すことによって自分の心が整理されるという
方法ですね。ノート術の一つです。なので今このジャーナリングもぜひ取り入れてみてください。あとはですね、新しいことを始めよう。それは新しい自分の発見につながるよっていうメッセージもあるので、自分の愛で満たすことの他にも、今新しいこと何か始めてみようって思える余裕がもしあるんだったら、新しいこと始めてください。新しいことを始めるということは、変化を受け入れる、変化したい、変化するということですよね。自分の中に変化を起こすっていうことです。これはあなたの好転へとつながっていくでしょう。はい、今あなたに訪れること、今起きていることのメッセージをお届けしました。ポイントでアドバイスもお届けしましたので、ぜひお受け取りいただいて、これから訪れることね、愛の始まりとか、つながりを深く実感できるようなこと、特に恋愛面で大きく作用するかなと思いました。ぜひこちらもお受け取りください。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは2番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは、今あなたに起こっていること、これから訪れることをテーマにお届けしていきます。はい、カードからのメッセージとしてお受け取りください。では早速見ていきましょう。もうすでにこちらからたくさんのオラクルカードからメッセージをもらっています。そしてその他にこれからタロットカードで展開していきます。今回はタロットカード2種類使って見ていきます。はい、それでは見ていきます。まずカードの並びなんですが、ここに出しているのが今のあなたのコンディションっていうところで、今のどんなことを考えているのかなとかね、そういうところを出しています。そして上のこの4枚が今のあなたのライフスタイルとか生活面においての出来事、そしてここが一番右側ですね。ここが恋愛関係以外の対人面として出しています。そしてここが恋愛に関することです。あなた自身の恋愛運、そしてこちらが好きなお相手がいる方が、好きなお相手があなたに対してどんなことをしてくれるのかなっていうところで出しています。で、好きなお相手がいなくて今恋愛で出会いで求めていますっていう方は、出会いあるかなどうかなっていうのをここのあなたの恋愛運と掛け合わせて見ていきます。これはそれぞれね、組み合わせてください。そして今ここに出してあるのがお相手との向き合い方、テーマになるところでルノルマンカードで、こちら、ジャンピング1枚採用しています。でこれがキーワードとして最後のアドバイスとしてもらっていこうと思います。こちらに置いときます。そして気になる対人関係のところにも1枚ルノルマンカードを引いています。
早速ですが、今のあなたのコンディションっていうところから見ていきましょう。これを見る限りだと、特に恋愛もそうかなと思うんですけど、つられ人のカードが2枚入っていて、もうあんまり苦しい思いしたくないなとかね、揉め事には巻き込まれたくないなとか、争いはもう終わりにして、もう平和的な解決っていうところをあなたが望んでいるのかなと思います。恋愛だけじゃなくて全般的なことでこれ入ってきているので、誰かとの仲直りだったりとか、あとは円満にやっていきたいとか、チームワークを発揮してみんなで成し遂げたいことがあるとか、チームワークを今大切にしているとかね、ご家族のことかもしれません、お子さんのことかもしれないけど、今までずっと耐えていたことがあるんじゃないかなと思ったんです。それをもう終わりにして、もう自分はもうあとはね、穏やかに過ごしたいんだっていう風に感じますね。なんか誰かの暴走っていうのもあったかもしれない。それによって自分が我慢しなきゃいけなかったんだとかね、そういう風にも感じます。もうその耐えてきたことから、もうそろそろね、穏やかな時間っていうのを取り戻したいなっていう風に入ってきますね。その他のカードも見ていきましょう。まず生活全般で見ているカードなんですが、まずソードのエースっていうのがここの辺りにも出てきているのと、そうですね。今回この2番をお選びいただいた方、全体を通して共通で訪れること、言えるのはキーワードとして調和です。調和があなたのところへ訪れる。これから変わること、起こることとして、不和とか波が立っていたこととか、耐えてきたことがもう終わりを告げて、ちょうどなんかこう平穏な穏やかなそんな流れになるっていうのがあります。その中であなたが見出すものっていうのもちゃんと出てくるし、自分がこれからどうすればいいのかっていう方向性っていうのも新しく定まってくる、湧き上がってくる思いとか思い出すこととかっていうのもちゃんと出てくると思いますね。あの時の思いっていうのを今も心の中にちゃんとあって、それを大切にして自分がこれからどうすればいいのかとかどうしたいのかっていうところにちゃんと振り返って立ち戻って考えて、これから動くことによって変わるとか、その一連の流れっていうのがこれから訪れるし、あなたが経験するんだって、それは共通して調和っていうところへ向かってるんですよっていうのがカードからのメッセージで入ってきています。そのためにあなたが決めること、新しく決めて動くことっていうのも大切だし、たった一つこれっていう大事なものってあるんじゃないのかなっていうメッセージも入っていますね。あなたが今長く取り組んでいることで、そしてこれからそこに対してね、なんかこう切り込んでいくというか、多分それはずっと耐えてきたことに対してだと思う。どこかで生活、仕事、お金、恋愛、どこかの面であなたがずっと耐えて頑張ってきたことに対して、もうそろそろ結果欲しいよねとか、はっきりしたいよねっていうところをね、自分で掴み取るために決めて動くっていうところが出てくると思います。ずっと大事にしているものは大事にしながら、そして決まらなかったこととか、なかなか動かなかったこととか、動けなかったことは動くように自分の方から働きかけていくのもあるし、向こうからやってくるのもある。ちょうど良いバランスで物事がうまく流れていくんだっていうメッセージが入ってきました。はい、そしてあとは対人関係でまず見ていきましょう。ライフスタイルは整うっていうのが出てくるので、今まで大事にしてきたものを大事にしてきてよかったなって思ったりとか、プラス新しい方向性も決まっていくから、うまくバランスが取れていくっていうのがこれから訪れることです。対人関係ですが、今まで争っていたこととか対立してきた相手がいるのかもしれません。恋愛でそのライバルのような存在かもしれないし、あなたにとってはちょっとなんていうのかな、自分の今まで耐えてきたことの対象となる相手かもしれません。恋愛じゃないところで友達とうまくいかなかったとか、仕事の上司がとかね、仕事付き合いがうまくいかなくてとかね、対人そのものがあまりうまくいっていなかったっていう方は、ここは大きく
ガラッと変わります。対人関係がうまく流れに乗っていくっていう風に出てるんですよね。まず一つ一つ目標を定めて、あなたの中でも変えていこうっていうような気持ちになるって、流れにうまく乗っていけるからこそ気持ちがポジティブになって明るくなっていくんだよっていうメッセージが入っています。だからうまくいかなかったこととか、衝突しやすかったあの人とのうまい付き合い方が見つかるのかもしれないし、あとその距離が自然と離れるとかね、そういうこともあるのかも。あなたから無理に仲良くなろうって思わなくていいんだっていうふうにふわっとね、軽くなるようなことが出てくるかと思います。はい、では続けてこちらの恋愛を見ていきましょう。恋愛、そうですね、ここが好きなお相手、そしてまず今のあなたの恋愛運どうかなっていうところで、ここもつなれ人が入ってるので、恋愛かなりこう待ち焦がれているものがあるとか、ずっと長く待っているとか、結果が出るのを待つとか、そういう状況にいるのかなっていうのを感じます。もうそこから抜け出す時がやってくるよっていうのが出てきていますね。それはあなたが動くからだよっていう風に出てくるんですよね。心身のバランスが整うんです。まずライフスタイルで。なのでそれに合わせてあなたのメンタルが落ち着くとか、体調が良くなることによってお相手と自然と向き合えるようになるとか、フラットな気持ちでネガティブになりすぎず、そしてお相手と向き合うことができるようになるよって、そういうふうに自分でやっていこうって思えるんだって、自分の中で自然に切り替わっていくよっていうのが言われています。そしてお相手だけじゃなくてね、今好きな人がいないっていう方でも新しい出会いっていうのが期待できそう。それに向けて自分も出会ってみたいなとか、自分恋愛したいなっていう気持ちになる、今までなかなかならなくて一人の方がいいんじゃないかなとかね、恋愛しない方が自分はいいのかなって思っていたところから抜け出せるんだっていう、調和に向かって自分が今動き出す流れが始まっていく、流れ出すんだっていうのが出てきているので、伴って出会いっていうのも高まっていきます。じゃあ出会いってどうなのって見ていくと、出会いもね、ここね、ソードのエースっていうのがここ2つ出てきているので、あなたの中でも出会いに向けて前向きに取り組んでいけるんじゃないかっていうのが出てきているんですね。それはなぜかというと、心身のバランスや生活リズムっていうのが整っていくから。抜け出せなかった、停滞していたことが抜け出せるようになるから、停滞期を抜けて今順調な流れになっていくからだよっていうのが出てきてるんです。そして一方的に愛することとか、一方的に追われる恋愛とか、そういうことじゃなくて、平等に愛し愛されるような恋愛関係をあなたが望んでいくんじゃないかっていうのが出てきています。だからそれに向かって今自分の中で本当にね、調和が取れていく。向こうからやってくるし、あなたからも歩み寄っていける。そうやってくるっていうより、お互いが歩み寄る、流れが交わってくるっていうようにイメージしてください。そうなんですよね。向こうからやってくるから期待して待っててねとか、あとあなたから動いていくんだよとかじゃなくて、そんな流れになるんだっていう風に出てくるんですね。すごくね、ここは良いと思います。どちらからともなくね、そのような流れになっていくんだって。そして新しく出会った人とはどこか懐かしさを覚えるような感じの人だったりとか、だから共感ができるような相手なのかもしれません。似たような感覚を持っていたり、趣味が一緒だったりとかね、あと向かっている先、目指している方向性が一緒とか、あとこんな家庭像にしたいとか、理想が似ているとかね、価値観が似ているからすごく歩み寄りやすいっていうところもあります。育みやすいんですよね。相性がいい相手だと思います。出会い運に関してはこういうところかな。あともし特徴で言うのであれば、あなたとその立場っていうところがあるかもしれません。社会的立場なので、例えばそのあなたが通っている美容室の、サロンの美容師さんだったりとか、あと店員とお客さんの立場だったりとか、よく通うお店の人だったりとかね、またはそこで出会うとかね、お客さん同士なんだけどあなたが行きつけの場所で出会うとか、そういう可能性があります。はい。では好きなお相手がいる方でね、見ていきましょう。好きなお相手、あなたにどんな動きをしてくれるのかなっていうところで見ていきましょう。
これはそうですね、デビル、チャリオット、犬っていう風に入ってきていて、少し好きなお相手がいる方はお伝えするのが難しいかもしれないんですけど、今まで好きなお相手に振り回されていたというか、翻弄されていた方が多いんじゃないかなと思ったんですね。なのでもうね、そういう状況から抜け出して、で自分は好きなお相手に振り回されることなくね、お相手と仲良くやっていきたいんだって、向こうからもちゃんと誠実に歩み寄ってきてほしいしって、自分が長いこと片思いしていた状況から抜け出したりとか、あとは交際している人でもお相手とうまくいかなかった時期がすごく長くて、で自分が耐えて我慢していたことからもう抜け出したいんだっていう、そういう気持ちが強いんじゃないかなと思います。そしてこのお相手が変わる可能性が高いと思います。いろんなパターンがあるんですよ。これ3枚ね、どれも全部違うので、パターンがいろいろあって、友達関係でなんか両思いのような、でも友達のような、そういう関係から抜けていくっていうパターンが一つと、あとは今交際していて恋愛関係なんだけど、お相手に振り回されていて、なんかうまくね定まっていなかったっていう方は、お相手がここね働きかけがあるんです。お相手の方から動きっていうのがあって、それはあなたとの信頼関係を築きたい、交際しているんだけど、もっとしっかりした絆、その将来を見据えての交際に切り替えるとか、その場限りのお付き合いとかから抜けていくような、言い方としてはちょっと違うかもしれないけど、分かりやすく言うんだったらそのような形が変わっていきます。お相手のアプローチの仕方が変わるのかな、あなたに対する態度や接し方とかっていうのも変わってくる、向き合い方が変わる、この方が積極的になるとか、あなたがずっと耐えていたことがこの方に原因があるとするんだったら、そこを抜けていく。で、なんで耐えていたのかなって言ったら、進みたい方向に進めなかったとか、自己犠牲っていうのが入ってきます。自分が我慢すればこの人とうまく付き合っていけるとか、そういうところをあなたが感じていたから我慢していたんじゃないって。でもそれが報われる時がやってくるんだっていうふうに捉えてください。なんか我慢してきてやっと掴み取った勝利とか、今まで耐えてきたんだけど、ここで変わって信頼関係を育んでいけるようになる。ちょっとこのお相手の気まぐれっていうところに振り回されていたようなところもあったんだけど、そこからもう変わる時がやってくる。なぜ変わるのかなっていうところを気になりますよね。なぜ変わるのかな、なぜ変わるのか、お相手にどんな心境の変化があったのか。定まっていなかったものが定まるというふうに言えば伝わるのかなと思います。お相手が少しフラフラしていたように見えたっていう方もいるかもしれません。お相手からの働きかけによって2人の絆が深まるようなことがあるし、2人をつなぐものはこの信頼関係だよっていうふうに、今までお付き合いしてきた時間とか関係性とか育んできたものっていうのが確かになって現れてくる。何の心境の変化なのかなっていうのが見えてくると、ジャッジメント、これは再開、復活、再スタート、刷新、チャレンジ、再チャレンジとか復縁とかね、そういうワードが入ってますが、どうでしょう。お相手の中で例えば、いろいろパターンはあります。他にお相手が他に好きな人がいるんじゃないかとか、そういう疑惑があった方もいるかもしれないし、そのお相手が誘惑に乗りやすかった、フラフラしているように見えたっていう方は、そのような状態からお相手がここで気づくんですよね。やっぱりって、ジャッジメントって気づきとかもね与えてくれるカードだから、自分が今までやってきたことに対して何か感じることがあったって、反省かもしれないし気づきかもしれないし、そこで再認識していかにあなたが大切だったのかっていうことを感じて、そして切り替えていくんだって。今度からは信頼関係っていうところに向かって自分でうまくあなたとの仲を取り持っていくために、また
刷新というかより良い形にしていくために自分で切り替えてやっていかなきゃなっていうようなことがあるっていうふうに、これが切り替わりのタイミングです。振り返ってみて、自分の行いをね振り返ってみて、やっぱり自分のやってきたことっていかがなものだったんだろうかっていうふうに思ったのか、あとはあなたに対してずっとね我慢させてきたなってことを振り返って感じるのか、あの時ああいうことしちゃったけどやっぱりやり直したいんだっていうふうにね、復縁っていうことかもしれないし、また再会とかねそういうことなのかもしれないし、またもう一度気を取り直してというか軌道修正してやり直したいんだっていう風に伝わってきますね。今度は信頼関係、パートナーシップをしっかりと結んでしっかり寄り添ってやっていきたいんだって、2人の道を2人で歩んでいきたいっていうことで、反省するようなことがあるのかもしれないですね。自分の行いについて、今までの行い、なんかこうね魅惑的な、すごく魅力的な方なんですよ、この好きなお相手っていうのが。だからこそあなたが耐えてきたものっていうのがあったのかもしれません。恋愛関係に対してはそのように出てきています。で、今その好きな人がいる方、そして出会いを求めている方とか、それぞれで組み合わせてみてください。そして2番をお選びいただいた方、全体的に今通して言えるのは、あなたがずっと耐えてきたことに対して調和が取れていく、バランスがうまく取れていくようになるっていうのが全体的に入っています。もうすべてが整っていく。満たされるのと整うのはまた違うかもしれないんですけど、整うっていうのがすごく合ってるかもしれない。満たされるための前段階として今整うんですよって、すべてが調和して整っていく。その後にあなたが満たされるっていうところがもう目の前にやってきてるよっていうことをね、今伝えたいっていうことをカードが教えてきてくれています。はい、ということであなたの中にもすごく大切だって思っている思いね、それをすごく大切にしていきながら、これから調和に向けてただ待つだけじゃないよって、あなたも自然と動くんだっていう風に入ってます。一つだけ気になるのがこの対人関係っていうところで、誰かとの仲ですよね。仲が悪かった人とか気にしていたことっていうのが気にならなくなるようになっていきますって、もう少し自由にやっていけますから、この対人関係に関してはあまり深く考えないようになりますよって出てきてます。打開策が見つかるのかっていう感じですね。もっと自分が自由になれるような、そんなやり方が見つかってくるでしょうっていうのが出てきています。では、このジャンピングでさっき飛んできた、ルノルマンも含めてアドバイスカードっていうのをもらっていきます。ラッキーワードとか様々出していますから、こちらをぜひお受け取りください。まずラッキーワードから見ていきます。2枚出しています。 M と N です。魔行とかな行 MN っていうのがラッキーワード、今のあなたのラッキーワードですね。そしてここで今入ってくるのが、物事はすべて順番通りにやってくるので、先延ばしになることもなく、そして段階を飛ばすこともなく、1番2番3番っていう風に順番を数えるようにそれぞれ段階踏んでやってきますからっていうことですね。だからひとっ飛びしようとか、あとずっと待ってなきゃいけないとか、そういうことじゃなくて自然に流れていきますよってことが伝わってきます。あとは物事がうまく循環していきますから、安心してください。そして今まで考えていたことや悩んでいたことっていうのをすっきりさせていきましょう。または自分で意図的にすっきりさせようって意識しなくても自然とそうなりますって、自然にそうなるっていうのがすごく入ってきます。2番さん。あとポイントとしては、誰かと話をするとき、対面するときは名前を一番最初に呼んであげましょうっていうのがあります。相手の名前、好きなお相手でも構いません。あと家族と接する時とかでも、ねえねえさとかじゃなくて、〇〇さんっていう風に名前を最初につけましょうっていう風に出てきていますね。これもね、ポイントとして押さえてください。ラッキーナンバーは11番です。あとこちらは理想っていうワードが入っています。あなたの理想に向かって今流れが循環が良くなっていきますって、これが一番伝えたいことかなって、カードたちが伝えたいこと、循環が良くなるよって。だから
詰まっているなって思っていたこと、考えが思考がストップしていたなと思うことも流れていくからって、それは意図的に思わなくても自然になっていくから安心して。そしてラッキーフードはライス、お米、ご飯ですね。もう純粋シンプルご飯です。そしてこちらのカードからのメッセージというのもあるのでお伝えしていきます。こちらのフードオラクルのガイドブックを使ってメッセージをお届けしていきます。お米ですね。神聖な力、無敵。メッセージです。お米は日本人にとって最も身近で尊い最強のパワーフードです。日本神話で神様から授かった稲作の起源が伝えられているように、とても神聖で縁起のいいものです。このカードは一粒の米が何倍にもなるように、あなたの開運力を表しています。感謝を捧げ、お米を大切にいただいて、運も無敵にしていきましょう。そしてこの栄養とアドバイスのところも抜粋していきます。お米は日本人にとって主食となるなくてはならない食品です。主成分は糖質となるでんぷんです。主にエネルギーとなり、体を動かしたり温めたりするほか、タンパク質やビタミン B 群、鉄、カルシウム、マグネシウム、亜鉛など多くの栄養素が含まれています。ご飯を主食にして、魚や肉、卵、大豆製品などのタンパク質と野菜や海藻、キノコなどビタミン類が豊富なおかずと一緒に食べて栄養バランスを整えましょう。整える。ご飯と一汁三菜が揃えられると理想的というふうに書かれています。はい、お米をとっていきましょう。なくてはならない食品。そして体が冷えている方とか、あと運気が滞っている方っていうのも、お米を摂ることによって体が温まる。そして運が動く。運動、運が動く。体を動かすのもいいでしょう。ラッキーアクションです。体を動かして運を動かしていきましょうということと、感謝の気持ちを込めるっていうこともとても大切です。そしてここにオレンジのカラーが入っていますね。これはチャクラを表しています。オレンジは第二チャクラを表しています。第二チャクラはだいたい女性であったら子宮のあたりを表しています。この第二チャクラっていうのは自分の欲求を満たすことに関わるチャクラと言われています。豊かさを表すとも言われていますね。ここの第二チャクラが弱くなってくると、自分を好きになれない、我慢をする癖がある、我慢、忍耐のカードが2枚入っていましたからね。我慢をしてしまう、自分に美味しいものを与えてあげられない、そのような症状が出てくるんです。だからこそ自分に愛情をかけるとか、自分に栄養を与えてあげることで活性化されていきます。そうすると自分を好きになれる、豊かさが手に入る、そして自分にとって楽しいって思えることが次々と舞い込んでくるようになります。自分を愛せるようになるっていうことですね。なのでもしかしたら今第二チャクラが弱まっているかもしれません。このお米を摂ること、糖質を摂ることによって第二チャクラが活性化されていくので、このラッキーフードもぜひ取り入れてください。そしてラッキーカラーです。ラッキーカラーはブラック、黒です。こちらからもメッセージをもらっていきましょう。ブラックは保護、力、そして西洋を表す色です。新しい経験への入り口であり、そして強さや決意を図る色でもあります。人は知恵を得て明るい場所に出るために、この魂の暗い夜を経験します。ブラックは古いものを解放し、新しいものを迎え入れるサポートをしてくれるのです。この黒の中に、ここに実はね、光が出てるんです。この木の枝の間にね、光があるんですが、これを集中してみてください。この光の力を借りて、あなたの奥深くに埋まっていた神聖なる知恵を受け取りましょう。人生の中で誰もが暗い夜というのを経験します。これは自分の内面の深いところに隠れているギフトを発見するための素晴らしい機会として受け取りましょう。
自分自身の内面とつながり、そして時にはね、自分自身の影とも言える部分ともつながって、そこから学ぶ強さと知恵、そして勇気を与えてくれる色です。ラッキーカラーは黒なので、黒取り入れてくださいね。おにぎりのね、海苔も黒ですよね。はい、ということで、おにぎりを作るなら海苔もつけてということでしょうか。そしてあとはメッセージもらっていきます。で、ラッキーナンバーなんですけど、11番の他にここに8と28が入っているので、8番っていうのもラッキーナンバーとしていいと思います。このオラクルカードも8なので、888で、8もね、ラッキーナンバーとしていいかなと思います。ではメッセージです。死ぬ時は何も持っていけません。それでも手に入れたいものは何ですか？死ぬ時は何も手に持っていくことができない。だけど、それでもね、手に入れたいもの。何なのか。そして目をそらさずに自分に向き合うことができますか？というふうに問われています。目をそらさずに自分に向き合うことが今必要です。そのためにもね、その自分の影の部分と見つめ合うっていうことでしょうか。そしてこちらのオラクルカードからのメッセージももらっていきます。このオラクルカードは、エンブレースアンサータンティ、読み方が違っていたら申し訳ありません。揺るぎない信念を持って、そして目に見えないもの、確実じゃないもの、不確実なものを受け入れていきましょう。そして未知のものをあなたはこれからね、未知のものへ向かって歩み始めていくんですっていうメッセージが入っています。確かなものじゃないと受け取ることが今までできなかったとか、そういう方は不確かなものでも受け入れられるようになる。自分自身のことかもしれないし、周りのことかもしれない。先行きがわからないことは受け取ることが難しいと思っていたことも受け入れられるようになって、そしてまだ知らない世界へ一歩足を踏み入れることができるんですよっていうふうに言われているカードです。だからこそ自分自身、自分の闇の部分と向き合う必要があるし、それを受け入れることによってあなたは新しい世界へ踏み出すことができる。ではここね、気になりますよね。ここのジャンピングで出てきたルノルマンなんですが、紳士のカードです。によって変わってくるかもしれません。まず男性っていうのが共通して入ってきます。時には好きなお相手っていう方もいらっしゃるでしょう。あとは新しく出会うお相手かもしれません。見ている方、男性であっても、これはあなたの恋愛対象の方として見てください。または対人関係では男性そのものですね。これは恋愛対象じゃなければ男性がキーパーソンとして入ってくると思います。好きなお相手、この好きなお相手っていうのが深く関係してくるかもしれません。あなたの我慢していたこととか調和が取れていなかったことに大きく関係してくると思います。なぜだったらこのお相手が変わるからですね。己を振り返って内省するのかな、内省に近いのかもしれません。何か気づくんですよね。今まで自分のやってきたことを振り返って、ここで反省するのか気づきを得るのか、それで改めてあなたと向き合っていきたい、信頼関係を育んでいくためにこの方が進んでくるんです。なので好きなお相手の可能性が高いかなと思いました。紳士のカードで、好きなお相手がいないっていう方は新しく出会う方、または対人関係での男性っていうのをワードにして捉えてください。はい、こちらのメッセージをお受け取りくださいね。ではお選びいただいたオラクルカードからもメッセージをもらっていきます。こちらのカードはジャネール・モネーのカードで、フルイディティのカードです。流れに身を任せましょうっていうね、そのままですね。そうですね、流れがやってきています。だから安心してあなたは身を委ねていきましょう。自然体でいられるし、自然の流れに乗っていけるっていう風にメッセージが入っています。自由に流れていく、自分で動いていくことができる、受け止める、動く、流れる、これがすべて一体化されて、魂、心、体もすべて一体化して調和が取れていく状態になっていきます。今その流れに乗る、もう意図しなくてもそうなっていきますから。だからあとは
身を委ねていきましょうっていうね、自然に身を任せるっていうメッセージでした。今回この2番をお選びいただいた方、ずっと耐えていたことがやっと調和が取れていくっていうような流れになっていきます。すべてバランスが美しく取れる、このようにお受け取りください。これからもいろいろなリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは3番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは、今あなたに起こっていること、これから訪れることについてカードからのメッセージをお届けしていきます。ではよろしくお願いします。もうすでにこちらから、最後のオラクルカードからのメッセージということでたくさんカードをここで引いています。ではタロットカードで展開していきます。タロットカード2種類を使って、見ていきましょう。はい、お待たせしました。では見ていきましょう。まずカードの配置なんですが、ここが今現在のあなたのコンディション、今どんな感じかな、どんなことを思っているかなというところで3枚出しています。そして上の4枚がライフスタイルのことに対して、生活、仕事、金運とか体のこととか、そこに対しての4枚。そして下なんですけど、ここが対人関係です。で、一番右端が恋愛関係以外の対人関係、ご家族だったりお友達、職場の方々とのお付き合い、そしてこちらが恋愛になっていきます。ここが新しい出会い、こちらが好きなお相手が今あなたにどんなことをしてくれるかな、どんな気持ちでいるかなっていうところ、そしてここが今のあなたの恋愛運っていうところで出しています。そしてここに出しているルノルマンカードは、好きなお相手とどんな風に向き合っていけばいいのかなっていうヒントをくれる1枚として出しています。まずは、今のコンディションっていうところから見ていきましょう。そしてこの今全体的なカードね、全部のカードを出してみて感じているのは、あなたが優しさに包まれる時、人の優しさに包まれる時というのをすごく感じます。人のぬくもりを感じると言えばいいのかな。その人というのは好きなお相手だけじゃなくて、いろんなところから可愛がってもらえる、愛情をかけてもらえる、お世話してもらえるよっていう風に受け取っていただけるといいんじゃないかなと思います。誰かと一緒に協力して成し遂げる仕事とか出来事、乗り越えることとか、あとそうですね、絆、仲間との絆、チームワーク、そしてコミュニティの中で盛り上がるとか、その誰かとのつながりとか、そういうこともとても感じます。そこから分けてもらえる元気とか明るさとか、あなたが逆に流していくのかもしれない。そのことによって誰かと分かち合う喜びとかね、そういうことが強く入ってくるかなと思います。3番さんなので、恋愛に特化してるとかではなくて、
仕事かもしれない。中にはその恋愛じゃなくて仕事の面でそれが大きく出てくる方もいるかもしれませんね。全体的なメッセージとして今受け取っているのがそういうことで、あとは深く見ていきましょう。で、そして今のあなたっていうところなんですが、まず叶えたい目標っていうのがあるなっていうのが強く出てきています。勝ち取りたいもの、掴み取りたいもの、それは自分の中で設定している目標かもしれません。自分はこういう風になりたいんだとか理想っていうのがあって、いついつまでにこういう自分になっておきたいとか結果を出したいかもしれません。自分に設定していることなのか、あとはもっと大きく全体的に仕事の成績を上げたいんだとか、誰かと約束したいことがあるとか、好きなお相手と、交際まで発展していきたいなっていう願いがあるとか、今願いに向かって願いを手にするために望みを実現化させていくために、あなたが頑張ってること、取り組んでるっていう風な現状、コンディションっていうのが出てきています。どうかその輝きを失わないでしっかりと掴み取っておいてっていう風なメッセージも入ってきています。はい。では、まずライフスタイルから見ていきましょう。そうですね、なんかそのチームワークがうまくまとまっていきます。一つは。だから誰かと争っていたりとか、言い合いになっていたりとか、友達とうまくいかない、家族とうまくいかない、仕事で誰かと揉めちゃう、または自分を除いて仕事の中で誰かと誰かが争ってるのを見ているとか、そこの仲介役にあなたが入っていく、仲裁役ですね、仲裁していくとか、あとエネルギーをまとめていく役目としてあなたがいるのかもしれません。そのあなたの力もあって周りがうまく馴染んでいくような、そんな流れが訪れようとしています。これからあなたに起きることとしては、そうですね、ライフスタイルの面ではうまく整っていく、分散されていたものがまとまっていく、そのように捉えてください。それは誰かの意見かもしれないし、エネルギー同士のぶつかり合いかもしれないし、うまくいかなかったものが一つにまとまっていく、団結していくっていうように、そのように捉えるといいんじゃないかなと思います。あなたがその役を担うと思うんですよね。うまくまとめていく役として、みんなで話し合う場所を設けるとか、機会を自分で作るとか、あなたがより良いものにしていきたいって思う。それは仕事だけじゃなくて、あと家族とか友達だけじゃなくて、自分の中にも焦点を当ててるかもしれません。どうしたらもっとね、バランス良い生活を送っていけるかなとかね、そのことに誰かと話し合って決めるとか、あと協力をもらうだけじゃなくて、自分の中で自分と会話するのかもしれません。自分の中で作戦を立てて、こういうふうにやっていったらいいんじゃないかとか、いろんな見直しをかけるのかもしれない。そしてうまくバランスが取れていく。なんか向こうから、運気の方からやってくるというよりは、あなたがそれを起こしていくんじゃないかな。自分から働きかけていくと思います。そのことによってうまくまとまっていく。そのようになっていくと思います。待っていたら訪れるというよりは、自分から動こうっていうふうに思ってると思いますね。それぐらいの高いエネルギーっていうのを今あなたは持っているので、あと人から注目を集める。だからみんなをまとめるとか、自分自身のバランスを整えるだけじゃなくて、それ以外のところで今あなたに注目が集まっている時です。あなたの動向が気になるとか、あとあなたがもし発信していたり SNS で何かつぶやいたりとか、写真投稿していたりとかするのであれば、そこをたくさん見る人が出てくる、フォロワー数が増えるとか、そういうこともあると思います。そこからつながる人脈とかね、そういうのもすごく期待できます。人があなたに注目している、ということで、この対人関係をね見ていきましょう。まず下は対人関係なんですけど、ここ女帝のカードとカップのページさんが入ってるので、すごくモテるんですよね。それは恋愛的要素だけじゃなくて、あなたがいろんな人に構ってもらえるというかね、あなたに構ってほしい人もいるし、あなたと良いねお仕事したいとか、良いお付き合いをしたいとか、そのように考えている方、純粋にあなたといい仕事できたらいいなとかね、お誘いとかがあるかもしれませんね。
今度こういうことやるんだけど、こういう企画があるんだけどやってみませんかとかね、そういうお誘いもあるかもしれません。あとお食事とか、あと人付き合いですね、交流の場っていうのがすごく盛んになると思います。これから訪れることはみんなが仲良くなって、そして新しい流れっていうのも入ってくるんです。新しい人脈が広がるとか、仲間の仲間が増えるとかね、友達が増えていくことによってあちこち出かけるような賑やかな感じ、人の流れが賑やかっていうのが入ってきます。では恋愛のところに続けて入っていきましょう。まずあなたの恋愛の今の運気っていうところを見ていきます。ワンドのページにワンドの6番っていうことですごくいいと思います。エネルギッシュなんですよね、3番さん。まずそもそものこの今の現段階のコンディションがすごくエネルギッシュなので、これが恋愛面でもよく効いてるなっていう風に、プラスな方向に効いてるなっていう風に感じます。その好きなお相手がいるのか、それとも今いなくて出会いを求めてるのかっていうことにもよって変わってくるんですけど、あなたにとって嬉しいことがあるし、または自分の目標っていうのもしっかりと今ありますよね。恋愛に対しても、恋愛だけじゃなくて生活面とか仕事でも目標あるし、目標いっぱいあるっていうのが出てます。そしてそれに向かって前向きにあなたが今取り組んでるっていうのがもう前面に出てるので、恋愛に対してももう自分から積極的に動いていきたいし、年下さんに恋していますかっていうのも入ってますよ。何かね、年下さんにときめいていて、そうだな、やり取りしていて楽しいとか、そういうこともあるし、自分で動いて積極的に動いてこの恋を進めていきたいとか、そういうことも出ています。またはそうですね、今好きな人がいなくて出会いで見ていますっていう方だとしても、出会いありそうです。出会いありそうで、あなたが出会いに向かって働きかけているんじゃないか、またはお誘いも受けると思います。ここね、人脈がかなり盛ん、前向き、ポジティブ、そんなエネルギーが入ってくるから、誰かからの紹介も受けるし、お誘いも受けて、お誘いに乗って交流の場に行ってみたら良い出会いがあるとか、そういうのも期待できそう。すごく好調です。はい。何か自分のモチベーションがアップするようなことっていうのも恋愛的に入ってくるし、全体的にも今モチベーションが高まっているので、今この流れに乗って掴み取っていきたいなっていう思いが強いんじゃないかなと思います。ではそうですね、出会いから見ましょうか。出会いで見ている方っていうのは出会いがありそう。しかもそれが一人じゃなくて何人かいそうなんですよね。なぜだったらこの新しく人脈っていうのも広がるし、今まで交際していた人付き合いですよ、人付き合い、人間関係の中でいいなって思える人が現れたりとか、いろんなところから出会い、恋愛の可能性の芽がたくさん出てきそうなんです。それは年上の方から年下の方まで様々、同い年の方まで様々いるかも。でもそうだな、新しく出会いで見ている方だったら年上の方か同い年ぐらいの方かもしれません。可能性としては。年下さんもいるけど、年上か同い年ぐらいが可能性が高いかなと思います。すごくね、愛情をかけてもらえるっていうのが入ってきていて、この人から受けるサポートっていうのがすごくあるんじゃないかな。支援してもらえるっていうのがすごく入ってくるので、この新しく出会う人と一緒に何かを取り組んだりとか、自分にはないものを持っている人だなっていうふうに感じたりとか、そしてお互いが同じ目線で物事について考えたり話し合ったりとかするのが楽しいとか、違う感想を持っているんだけど、私はこう思ってる、僕はこう思ってる、それぞれが面白いこと考えてるなっていうふうに思いながら歩み寄っていけるような、そんな出会いがあるよっていうふうに出てきています。そうですね、それをしっかりと受け取って育んでいけるでしょうって、お相手にリードしてもらいましょう。出会いはそうですね、年上なのかなとっていうふうに入ってきます。すごくいいと思いますね。今までの知っている方の中から現れるか、新しく出会うか、今まで友達だと思っていたんだけどときめきが生まれるとかね、そういう可能性も全然あります。友達の紹介っていう可能性もあるし、では好きなお相手がいる方で見ていきましょう。好きなお相手ですとチャリオットで大きな動きをあなたに見せてくると思います。
流れが変わると思いますね。あなたの方からも動いていきたいって思うんですけど、お相手の方からも動きがありそうです。自分の中で何か切り替わりっていうのがお相手の中でありますね。まずですが入ってるので、何か動かなかったようなことが動き出すとか、このお相手とあなたとの間にあります。このお相手が動かなかったこと、またはもう例えば友達っていう関係性から恋愛関係にしていきましょうっていうことで動いてくるのかもしれません。積極的にこの人が動いてくる。それを受けてあなたの方からも動き出すっていう流れになっています。そうですね。まずこのルノルマンをもらいましょう。2人の間をつなぐものとしてハートのカードが入ってきました。いや、いいですね。その過去に何かあったとしても、そのお相手の中にですが入ってるから、自分の中の何かを清算して新しい未来へ向かって動くっていうのがあるんです。その清算っていうのがどんなことを示すのかっていうのは見てる方によって変わってくると思うんですけど、ただ一つ言えるのは、この愛に向かってこの人は動くんだよっていうことですね。だから告白っていうのもあるかもしれないし、交際されている方だったらもう次のステップへっていう風にお相手の方から動いてくる、愛を確認し合いたいっていうことを伝えてくるのかなっていう風にも取ることができます。愛に向かって動くんですって、2人をつなぐものは愛なんだっていうことですね。はい、という風に入ってきました。この勝利を表すカードも出てるし、あなたが確実に掴んでいくものは愛です。そうですね。だからそうだな、好きなお相手もいるけど、でも今交流関係も盛んなので、新しく出会う人の可能性もどっちもあるんですよね。だから迷うなっていう方もいるかもしれないんだけど、でもどうかな、どうでしょうね。迷うっていう方も中にはいるかもしれないけど、でもやっぱり愛だよねっていうことで、好きなお相手との愛情を進めていく方の方が多いんじゃないかと思います。だって2人をつなぐものにハートのカードが出てますからね。なので何かいろいろあったかもしれないけど、そこじゃなくて今目を向けるところは今ここなんだっていうところで、お互いね、そういう風に感じる流れになると思います。今これから起きること、訪れることとして、あなたは愛をつかみ取るんじゃないかな。受け取るというよりは、自分からも手を差し伸べてつかみ取る。そしてお相手の方からもつかみ取る。両方が手を差し伸べてこの愛情っていうところに向かっていく、そんなことが起きるんじゃないかと思います。そしてそれ以外のところでも生活が整うとか、あなたがまとめ役になっていく、そして交流もねすごく盛んだよっていうのが言われています。だからすごく嬉しいことがたくさん訪れるんじゃないかなと思いますね。愛情面でも豊かだしね、人付き合いもすごく盛んに行われていくんじゃないかなと思います。はい、ということでこちらから、好転メッセージたくさんねキーワードもらっています。少しずつ見ていきましょう。まずラッキーワードから見ていきましょう。ラッキーワードは X と Y です。はい、それでお相手との、もしね手をつなげる方は手をつなぎましょうとかね、ハグしましょうっていうのがあります。ぬくもりを感じてください。そしてここ、感じるのが成立するとか列を作るっていうのを感じるので、そうですね、組み立てるとか、物事を組み立てるのか、計画を立てるのか、それともあなたが行列のできる人気店に並んで何か美味しいものを食べるのか、そんな体験をするのか、列を作るっていうのがここで入ってきます。そしてラッキーワードは X と Y なので、野行とかですね、あと XY そのままイニシャルとしてお受け取りいただいても大丈夫です。そしてラッキーナンバーは2番です。2。そしてこれはつながりを表します。つながり、お相手とのつながりかもしれないし、仲間たちとのコミュニティかもしれません。あなたが今受け取るものはつながりです。そしてこちらラッキーフードはかぼちゃですね。こちらフードオラクルのガイドブックから、パンプキン、かぼちゃについてのメッセージを受け取っていきましょう。こちらはハーベストタイム、収穫の時、努力による成果。
かぼちゃは収穫と金運を招くと言われています。またオレンジ色は陽のエネルギー、太陽の陽ですね。陰陽の陽です。特に陰の気が強まる冬に取り入れると体が明るいエネルギーで満たされます。このカードはこれまでの努力が報われる時だと告げています。これまで頑張ってきた成果や収穫に感謝をして周りの人々とお祝いをしましょう。はい、そして3番さん、ここでチャクラのお話をお伝えし忘れてしまっていたので追加でお話しさせてください。パンプキン、こちら緑の色で書かれています。これは第4チャクラを表しています。第4チャクラはハートチャクラ、胸のあたりにあるチャクラです。思いを表す、共感、他人に思いやりを見せ、感情を交流し合うチャクラと言われています。愛情や優しさを感じたり与えたりする部分です。交流のチャクラですね。今このチャクラが弱まっている方というのは、人をなかなか信じることができない、自分も他人も愛せない、疑い深くなる、自分は愛されないと感じやすい、建前と本心があって本音をなかなか見せられない、孤独感を感じやすいという症状が出やすくなります。今ピンとくる方はこのハートチャクラを活性化させていきましょう。パンプキンを食べることによってハートチャクラを高めることができます。またご自身をいたわることによってこのチャクラが活性化されていきます。チャクラが活性化されると愛情深くなり、心を開いて交流をすることができるようになります。人を信じることができるようになるので、真実の愛が見つかりやすくなります。ぜひこのチャクラのメッセージもお受け取りください。栄養とアドバイスです。日本かぼちゃと西洋かぼちゃがあり、日本かぼちゃは凹凸が多くて甘みが少なく水分が多いことが特徴です。西洋かぼちゃは表面に溝がなく甘みが強くてホクホクとした栗のような味わいです。いずれも不溶性食物繊維、ベータカロテンやビタミン C、いろいろね、カリウムなどを含み栄養の宝庫とも言われる食品です。はい、ぜひね、かぼちゃを取り入れてくださいっていうメッセージが入っていました。収穫を迎えましょうっていうね、ハーベストタイムです。収穫の時。そしてラッキーカラーは真珠色、パール色ですね。神聖さとつながるっていうカードが入っています。そうですね。真珠色ってなかなか取り入れづらいかもしれないので、パールをそのまま取り入れてもいいと思います。小物にパールを取り入れる。これでいきましょう。そしてこのカラーからのメッセージです。この色は特別な陰りを持つホワイトの色です。穏やかさと浄化をもたらし、信頼を深めてくれます。またあなたの人生の流れに沿って、あなたにもともと備わっている神聖さとつなげてくれます。高潔さ、真実、忠実さの色であるこのパールの色というのは、明確さ、平穏、調和を人生にもたらします。真珠の色の光を思い浮かべて、神聖さとのつながりを深めていきましょう。はい、この真珠の輝きっていうのもね、胸に留めておいてください。では、あとはメッセージですね。はい、こちらからメッセージをもらっていきます。素直な心、受け入れる心は学びの幅を広げます。何に対して怒っていますか？本当の原因はどこにありますか？という2枚のメッセージカードが入っています。ぜひこちらもお受け取りください。何に対して怒っているのか、実はあなたの中で怒っていることがあるのか、怒っていることがあるのか、その原因はどこにあるのか、また素直な心、そして受け入れるという心はあなたの学びを広げます。ぜひこの気持ちも忘れずに。そしてこちらインスピレーションのカードが入っています。これはね、もう素晴らしいカードですよ。あなたの直感です。もう直感こそ全て。今ね、直感に従って視野を広げて明るく、さあ行こう次へっていうメッセージです。はい、すごくワクワクですね。あなたのワクワクに従って動いてみてくださいって。また降り注いでくるかもしれません。インスピレーションが湧いてきたら、ぜひそれを実行してみましょう。やってみたいことができた。あれに興味がある。こうしてみたい。そのようなひらめきをぜひ
行動として移していきましょう。いいですね。キラキラしています。そしてお選びいただいたスイーティーのカード、スタイルというメッセージをお受け取りください。このスタイルというカードはデザイン、エレガンス、甘さ、ポジティブというキーワードがあります。エレガントと甘さ両方を持って兼ね合わせていきましょう。そしてもし落ち込んでいるのであれば、見た目に斬新さを取り入れて気分転換すると運気が好転していきますっていうワードもあるんです。見た目からだって。まず外見、身の回りとか目に見えるところから変えていく。そして斬新さ、インスピレーションね、あなたが取り入れてみたい、気になっている色があるとか、ぜひそれを取り入れてみてって。そしたら流れがガラッと変わるよっていう風に出てきました。今気になる色とか小物とかファッション、メイク、外見、身の回りだからお部屋のインテリアでも構いません。まず見た目を変えると、あら不思議って変わるんですっていう風にね言われてるんです。あら不思議っていうのはこのインスピレーションのカードも出てるからですね。そしてちゃんとねしっかりと収穫受け取りましょう。実りを受け取りましょう。実りね受け取りましょうねっていう風に出ていました。今この3番さん、今までこう見ていて一番感じたのは、人とのご縁とかつながりに感謝していきながら、そして頑張ってきたご褒美を今受け取る時です。これから訪れることっていうのは豊かな愛情だと思います。これは恋愛だけではなくて、いろんな人からの愛情をあなたが受け取るんだと思います。はい、そして感謝の気持ちを忘れずにお伝えしてください。ということで、以上こちらが3番さんへのメッセージとなりました。これからもいろいろなリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。今回のリーディングは以上となります。今あなたに起こっていること、これから訪れること、カードからのメッセージとしてお届けしていきました。はい、すごくね楽しみですよね。なんかこう好転メッセージとかも合わせてお届けしていきましたので、ぜひ楽しみにして幸運をゲットしていきましょう。で、今回は共通メッセージをもらっていこうと思います。こちらのチベット構想のオラクルカード、白の方からカードをもらっていきます。で、いつもだったら3択占いでやっていくんですが、今回は共通なのでメッセージを1枚でもらっていきます。たくさんメッセージをお届けしていきましたのでね、もうすごくね情報量がすごいいっぱいだよっていう風になってるかなと思いますので、シンプルにここは共通メッセージ1枚もらっていきましょう。はい、ではこちらからもらっていきます。今回も選択肢のカードはこちらのヒップホップクイーンズオラクルからもらっています。選択肢ごとでもお話ししてるんですが、1番がジーン・グレー、2番がジャネール・モネー、3番がスイーティーで今回は選ばせていただいています。はい、では、ショート動画でね楽曲も使っていっていますので、ぜひ楽しみに聴いてください。ではメッセージもらっていきましょう。今あなたにお届けする共通メッセージです。すべてを即決する必要はありません。よく考えることができるはずです。こちらをお受け取りください。すべてをすぐに決める必要はないですよ。よく考えていくことができるはずです。ゆっくりと考えるべきものはゆっくりと考えて時間をかけましょう。中にはねすぐ決めてパッて動けるものもあるでしょう。そのあたりの見極めも必要になってくるしね、こういうことですね。全部をすぐに決める必要はないからねっていうメッセージでした。はい、今回はメッセージをお届けするというテーマでやっていきました。またこれからも定期的にこの幸運メッセージをお届けするというテーマもね取り扱っていこうと思いますので、その都度お受け取りいただけたらなと思います。ではまた次回の動画でお会いしましょう。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。